いいよ。いいよ。ヘイババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンバアビバボボババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンハービバボボ。はーい。あなたの心に水を差す藤子さんでございます。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様、積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半は、このように、にゃんこに夕飯の残りのカリカリとシーバーを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて、瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、入っちゃったグレーのグーちゃん、白黒のクータくん、チャトラのマサルくん、白ちゃんのゆりさんは映ってないか。画面に映っておりませんが、三毛猫のたまちゃんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活って、どんな感じなのかなっていうのを、ちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいなと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい。なんか風船がずいぶんね、青い風船がちっちゃくなったなっていう感じでございますね。今日も夕飯がなくなって、昼ご飯がなくなったから、夕飯もしっかりあげたら残っておりましたという状態なので、それにシーバを足してあげたけれども、たまちゃんは今日は一切出てこない感じでございますね。はい。で、一日一個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言います。で、なんでジャスティースって言うかっていうと、あちらにいるうさ耳をつけていて、ポインセチアを持っている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では、行きますよ。せーの。ジャスティース。ゆりたん腰温めてあげようか。はい。ジャスティース。
今日もレモン入りのお湯だよ。今日も夕飯の時にちょっとジャスティス用にお湯を沸かしたので、まだ熱いかな。でもだいぶ冷めてはいるけれどもねっていうね、感じでございますよ。皆様は何を召し上がってらっしゃるんでしょうか。北海道さん、藤子さん、視聴者の皆さん、こんばんは。ジャスティス。ありがとうございます。ズッキーさん、皆さん、こんばんは。ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。お気に入りさん、ジャスティス。藤子さん、皆さん、こんばんは。北海道さん、こんばんは。ズッキーさん、こんばんは。はい。何すんだっけ。フギンさん、ゼロコーラでジャスティスです。あ、そうだったね。えーっと、ズッキーさん、久々の登場です。相変わらずクータとブーちゃんがな、可愛らしいな、ヒーターの前でな。今日も割とあったかかったのかな。夜ヒーターつけずにいたからね。で、さっきたまちゃんがここで泣いてたんで、ヒーターつけたら機嫌が治るかなと思ってね、つけてやったんだけど、今こたつに潜って出てこないみたいなね、状態でございますな。で、結局ヒーターをつけると、いつもメンバーがあそこに集まる感じだな。お気に入りさん、藤子さんお帰りなさいませ。そうだった。そうだった、そうだったな。もう、参ったよ。大失敗。大失敗よな。だから昨日ね、出かけて、今日も出かけるかもしれんっていう話だったんだけども、それが2日間有効な、切符だったわけよね。で、なんか別に1日だけでもいいやと思ってたんだけど、なんかどうも計算してると、もうなんでそういうことするの今までしなかったのになんでここですの。もうさ、いつもこの服着てるときゆりたんにおしっこされるから、毎回洗わなきゃいけないんですけど、ちょっと、結局やられたよな。ずっと警戒しててさ、しないからしないのかと思いきや、油断するとすぐ。ぶーちゃんまたそこな。それじゃもね。めんちゃい、みたいな食べてちょうだい。ね、食べない。で、昨日2日間のチケットで計算してみたら、なんかどうもね、1日だけじゃあんまりお得なチケットじゃなかったんだよね。そう考えると、もう一回行かないとね、ちょっと元取れないというか、あんまりお得感ないな、みたいので、どうしようかな、もう一回行くか、どうしようか、みたいな感じで、今日ももしかしたら出かけるかも、みたいな話だったんだけども、日光方面に行く、お得な切符だったわけよね。で、昨日は鬼怒川温泉に行ったんだな。で、片道4時間よ。で、ようやく着いたと思って、鬼怒川温泉来たと思ってさ、温泉入るべと思って、で、その前にランチ食べるべと思って、で、そこで食べるとね、温泉が500円引きかなんかになるとかっていうやつだったんで、まずはね、ランチが終わらない前に、ランチのお店に行くべと思って行ったらさ、休み嘘だろみたいな感じな。じゃあ割引効かないなと思って、とりあえずじゃあもうしょうがないからその特典受けるために他の店行くかと思って、で、他の店行って、で、そこは空いてたんで、一応ね、ドリンク一杯サービスみたいなやつがあっ
ったんで、そのドリンクをいただき、で、じゃあ改めてね、もうしょうがないと思って、他のクーポンサイトないかなと思って探したらさ、あったんだよね。だから、なんだ、そっちのが安いじゃんと思って、全然ね、ランチなんか食べないで、普通にそれで安く入れんじゃんと思って、なんだ、騙されたと思いながら、まあ、とにかく安く入れんならいいわと思ってさ、向かったわけよね。そしたらさ、休み。休みで、でさ、名前が鬼怒川温泉とかっていう名前なんだからさ、温泉いっぱいあるかと思うじゃんか。まあ、バス使ってね、移動すればあったのかもしれないんだけど、とにかく私の徒歩で行ける範囲で、ある温泉で日帰り入浴やってるところがないわけよ。宿泊しないと入れないわけね。だからもうね、積んだ。もう積んだみたいな感じね。で、一応探して、で、まあ、どうやらあるっぽいぞっていうので、一軒ね、徒歩で15分ぐらいね、すればあるっぽいんで、じゃあそこ行くかと思って行ったんだけど、なんかどうもなさそうな感じなんだけど、なんか Google マップが、なんかね、間違ってたのかなんだか知んないけど、全然温泉じゃないところに連れてかれて、もうダメだと思って。だから、こっから今から移動したところでもう帰るのにね、片道4時間かかるから、もうね、電車次逃しちゃうとアウトだからダメだ、もう時間ないと思って。で、諦めてさ、ね、昨日だからランチ食べに行ったのみたいな。わざわざコーヒー一杯もらうために、鬼怒川温泉までランチ食べに行ったんですかみたいな、そんなことになっちゃって、もうと思って。で、その切符が、下今市っていうところまでの往復プラス、その先の、交通がフリーパスみたいなやつだったんだよね。だからその下今市っていうところに行くまでも、3.5時間かかるわけ。だから往復で7時間ね、まあ、結局かかるから、あんま変わんないからさ、昨日の工程とな。なんか2日連チャンで同じとこ行くの嫌だと思ったからさ。だから、帰りにね、これってこの下今市よりも手前で往復することはできないですかねって聞いたら、その駅員さんはなんか、委託かなんかの駅だから、ここは。わかんねえんだっていうので、じゃあちょっと電話して聞いてみるからって言うんでね、すいませんって。で、聞いてもらったら、ダメでしたって。ダメなのかと思ってさ。だから手前の駅で往復できるんだったら、まあちょっと行ってね、なんか取れなかったら取って帰ってこようかなと思ってたんだけど、いや、また昨日と同じ、ほぼ同じ工程行くのがちょっと嫌だなと思って。ねえ、なんか楽しい思い出があったんならまだいいけどさ、積んだからさ、積んでっからさ、いや、もうまた行ってまた積んだら嫌だもんね、と思ってさ、いや、今日はやめたと思って、今日は結局行かなかったんだよね。なので、今日は思いがけずなんかお休みみたいな、感じの一日でしたかね。ズッキーさん、そろそろいつもの方々が、今の猫ちゃんは誰？ゆいさんかな？お気に入りさん、お得感は必要ですね。そうなのよ。いいなぁ、日光ね、得じゃない。ただひたすら時間がかかるだけ。フリーパスでしたねって感じ。お気に入りさん、割引ってお店も自分もウィンウィンな感じがいいですね。まあ、それだといいんだけどね、その対象の店もそんな、ね、あるわけじゃないし、で、まあ、お土産屋さんで5%引きだとか言われてもなんかあんまりお得感ないし、で、1000円以上購入してって言うんだけどさ、まあ、1000円以上購入したいものがなかったりでさ、散々悩んだあげくな。昨日も帰りにお弁当屋さんがあって、駅弁屋さんなのかなが1000円以上購入で、なんかラスクプレゼントっていうのがあって、もうしょうがない。これを、ね、最初ラスクいらねえと思ったんだけど、
もうお得感があまりにもないからさ、これもらっていくしかないと思って。だから1000円以上にうまいことならないっていうのかな。なんか1000円以上買おうとすると、次がね、2000円ぐらいなんだよね。だから1000円未満か2000円ぐらいかっていう感じだったんでね、みたいな感じだったんだけどね。で、悩んだり、あ、わかったと思って、おにぎり3個買おうと思って。おにぎり3個とお菓子1個買えば1000円超えると思ってさ。でね、パスモで支払おうと思ったんだけど、現金あんまないからさ。で、現金だからもう払うつもりなかったからしまい込んじゃってて、で、パスモだけすぐ出せる状態にしてて、買い物して、ギリギリの時間ね、電車ギリギリの時間に買い物して、で、パスモでピッて支払えるつもりが、残高が足りませんとか言われて、ここでみたいな感じで慌てて、もうさ、小銭出してきて支払って、もうギリギリよ、みたいなね。もう最後の最後までみたいなね。もうくったびれた。くったびれたよ、みたいなね。しかもさ、まあ寒いよりはいいんだけど、帰りのさ、一番長い2時間ぐらい乗ってる電車が、車内がさ、暖房がガンガン効いてるっていうの。もう足元ね、椅子の下がさ、暖房あるじゃんか。あれがさ、すっげえ暑くて、もう2時間暑くて、もう参ったーみたいな感じだったね。だから温泉入んなくてよかったよね、逆にと思って。これで温泉入ってこの電車だったらもう本当暑すぎて地獄だったんだろうけどさ、温泉入ってなかったおかげでね、この電車で芯から温まって、汗だくでなんかもう帰ってきましたみたいなね、感じだったね、昨日はね。どこだったっけ稲荷子。ズッキーさん、アイコンが変わられたのですね。ズッキーさん、お気に入りさん、前からこれですよ。お気に入りさん、ズッキーさん、失礼いたしました。お気に入りさん、下今市は東武線ですね。そうですね。ローカル感ナイスなんだけどさ、いや、鬼怒川温泉行って温泉に入れなかったっていうオチですよ。どうやって動画作るみたいなね。そんな状態ですよ。で、今日はとりあえず一旦休憩みたいな感じで、まあ、午前中っていうのかな、昼間はフニータのね、仕上げっていうのを綿入れてさ、綿入れて閉じてね、写真撮ってないんで出品はできないんだけど、みたいな状態でね、まあ、明日撮影すっからどっかな、みたいなとこで、でね、夕方ぐらいかな。じゃあね、もう、あれだ、アマゾンプライムな。中見っかと思って、何見ようかなと思ってな。で、今日は、なんだっけ、星の旅人っていうのを見たんだね。で、まあ、特に知識はないけど、星の旅人っていうのが、なんかね、深い学びでもあるかしらと思ってさ、なんか見てみたんだけど、まあそんな別に深い学びっていうほどのこともないんだけど、あ、そういう文化があったんだっていうのをね、また新しく知れたんでね、まあ見てよかったかなみたいな感じでした。水木さん、鬼怒川温泉。廃墟行きましたか？別に廃墟っていうかね、どこもかしこもね、やってなかった。だからランチもね、みんなね、私がランチしたところぐらいしかお店が開いてないんで、みんなやっぱりほら、電車が着く時間が一緒なんでね。で、みんな同じこと考えてるからさ。で、ね、私がまあ先に、あ、ダメだこれはと思ってね、じゃあこの店行こうみたいな感じで行ったんで、私が入った時はまだ席がね、少し空いてる感じだったんだけど、もう続々とみんなね、続けて入ってきて、そこしかお店ないんだもんね、だって、みたいなね、感じだったよね。だからもうね、ほんと、積んだって感じな。なんだ、銚子に行った時みたい。銚子に行った時みたいだったな。いや、もうこれ失敗した、みたいなね、感じだったよね。こういうね、
旅先っていうのかな、が増えてくるんだろうね、どんどんね、みたいなね、感じで、ちょっとね、悲しい時でございましたな。で、その星の旅人っていうのが、まあそんな複雑なストーリーがあるわけでもなんでもないんで、まあネタバレっていうほどのことでもないんで別に話しても大丈夫かなと思うんだけど、まあなんだ、聖地巡礼っていうの、日本でいうところのさ、なんだ、お遍路さんっていうの、なんか四国に88箇所だったっけ、なんか回るとかっていうのさ、あったじゃんか。なんかそういうようなのがヨーロッパでもあって、なんかフランスからイタリアになんか横断するのかなみたいなね、文化があるらしいんだよね。で、まあ、それで老人っていうかまあね、70手前ぐらいの人が、それをやることになるっていうね、まあ、映画で。で、ね、結構な人がね、本当にガチであんな感じだ、みたいので、なんか割と歩いてるらしいんだ、いろんな人がさ、そのお遍路さんっていうの。ね、で、まあみんなそれぞれ目的っていうのかな、があって、まあ健康になるためとか、あとは、なんだろうな、まあいろいろ、宗教的な、教会に行くんだったっけな。だから宗教的な、なんかで行ったりとか、あとこれを成し遂げるとメンタル的になんか変わるんじゃないかな。奇跡を信じてるみたいな。なんかそういうのでやってるとか、まあそういう人が大体の、なんだ、目的らしいんだよね。で、まあ、それぞれ、一人で歩くんだけど、まあ、ほら、道が一緒なんでね。で、どうせ会うし、みたいな感じで歩いてるうちに、まあ、みんなね、知り合いになっていくみたいな、感じの話でしたね。で、なんだ、御朱印帳があるんだよな。その、なんとかパスポートっていうのがあって、で、まあ、そのポイントで、なんか押してくれるみたいのがあって、で、そのね、道中に宿があるんだな。で、そこに泊まる。だから基本は、なんだ、野宿ではないんだけど、野宿ではないんだけど、最悪野宿になることもあるんで、そういう装備はして、歩ってんだな、みんなな。ただまあ、基本はそういうね、泊まれる、宿に泊まって、で、ね、なんだ、生活してるみたいな、感じなんだけど、そこがやっぱりね、美食の国っていうの、美味しいものが豊富な道らしいんだね。だから目的で、そのね、美食家の人が美味しいものを食べるために、あの、歩くっていうこともあるらしいんだね。で、そう、映画の中でも、食べ物のシーンがよくね、出てきて。で、その参加者で、すごい太っててね。で、今度弟の結婚式があるとかって話だったかな。で、もう弟が結婚式が3回目なので、スーツを新調するのは嫌だと。だからまあね、そのスーツが着れるようになるためっていうので、まあ歩ってんだけど、やっぱりね、太ってるからには、理由があって、食べることが好きなんだな。だから、ここに来たらこれ食べなきゃ、みたいなさ、ここのこれは、食べなきゃ、みたいな感じで、まあ結局ね、食べてるんで、全然変わんないの。全然変わんないのね。ああ、そうなんだ、みたいな感じ。なるほど、と思って。で、結局みんないろいろと目的を持っててね、禁煙するって、これが終わったら私は禁煙する。ここに行ったら私は禁煙するみたいな人もいたんだけど、まあ結局みんな変わんなかったの、何も。結局何にも変わんねえみたいなね、感じで、以上終了みたいな、話でございました。だからなんだろうな、なんか別に特別ね、
深いあれがあるわけでも、まあないかなって感じやけど、まあ一番の学びは、ね、そんなことをしたところで何かが変わるわけでも何でもないんだっていうことがね、分かったっていうことだな。と、これですよ。鬼怒川温泉廃墟。お気に入りさん、景色の綺麗さと廃墟が対照的ですね。ズッキーさん、藤子さん、再婚はね、で、奇跡じゃない、景色な。そう、山がね、印象的だったよね。だからまあ、景色はやっぱりね、山だなって思いながらね、歩ってたけど、まあ、目的がないんでさ、みたいな感じだったよな。はい。では、タロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージをいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。お気に入りさん、旅は道連れ、気づけば旅とも。ね、なんか良くも悪くもみたいな感じでね。だから気が合わないんで、なんかあんまり一緒に行動したくないんだけど、みたいな感じで、でも結局道は一緒なんでね。で、なんか長いこと一緒にいると、まあそれなりに、まあなんだろうな、情が出てくるっていうのかな、そういうところもあり。だから最終的には、だから最後の目的は、違うところだったんだけど、結局みんなね、最後のところまで行って、解散みたいなね、感じだったね。気にさす。ツッキーさん、温泉いいな。疲れ取れるかな。はい、行ってきてください。で、そう、だから昨日電車乗っててさ、行きの電車ではさ、居眠りこいてたわけよね。すごい眠くって。本持ってってたんだけど、で、一応ちょっとは読んだんだけど、結局なんかね、寝ちゃってて全然内容入ってこないんで、こりゃダメだなと思って本読むのやめて、だから帰りの電車でね、本は読めたんで、まあ持ってってよかったなと思ったんだけど、LINE でリアストップ。そう、なんだっけ、行きの電車で居眠りこいててさ、で、パッと目が覚めた時に、最近ほら、電車にさ、テレビの広告あるじゃんか。で、間もなく水と米がなくなりますって出てきたわけよ。と思って、そしたらさ、アマゾンの CM だったわけよね。で、あ、これお知らせだな。これお知らせ来たなと思ってさ、あ、米と水なくなんだなと思ってね、ちょっとまたね、水、米を少し気にしつつ、ね、ちょっと買い足しとこうかな、みたいな、感じでございました。カイタンさん、ジャスティス、こんばんは。ちょっぴり体調が今一つ、まあ、いろいろね、流行ってるらしいもんな。インフルエンザとかインフルエンザとかな。だから電車乗ってるとさ、もうさ、派手に咳してる人さ、結構いいんだよね。まあ結構いるんで、店主さんにお願いしてますけどね、ヒーリングお願いします。つってな。もう電車乗るたび店主さんにお願いしなきゃならないからさ、みんな、もうちょっとね、体調管理してください、みたいな感じな。北海道さん、LINE でリアストップありがとうございます。お気に入りさん、カニタンさん、こんばんは。ズッキーさん、スペーシア乗りましたか？はい。では、ここから、LINE でリアストップいただきましたので、6枚置きまして、7枚目のカード。今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。
じゃじゃん。もう、夜のカードと思ったら違う。まあ、夜ではあるのかもしれないけどね、床についてるからな。眠れない。不眠症のカードだね。あれかな。体調がちょっぴり悪いから眠れないみたいな感じだな。どっからしょっと。で、今日のは何本だ ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、9本かな。ソードの9。ソードの9。なんだ、また新しいのあるかな。ソードの9の意味は、広告が多すぎてこれ読めない。これはどうだ。ソードの9の意味も広告がすげえ多いな。ソードの9のカードは背景が黒で暗い雰囲気があり、ベッドの上で嘆く人物が描かれています。人物は手で顔を覆っていて、その姿はとても悲しそうで、もがき苦しんでいるようです。基本的なキーワード。不安、心配、葛藤、恐怖心、失望、後悔など。聖地だね、今日はね。心身ともに疲れ切った状態、はい。不安が拭いきれない。心配事が重なり、疲れ切っている。絶望に暮れている。罪の意識や悲しみを表す。最も大切なものを失う。強いショックを受けている。自己防衛のために攻撃的になる。足を引っ張られている感覚。周囲の人に疑いを持つ。カードの人物は未来に希望を持てないでいるようです。今囚われていることから抜け出せない心境や、どうしていいかわからない葛藤や苦悩を表しています。カードには寝室とベッドが書かれていることから、悩みや不安を抱えすぎて眠れないなどの意味があります。さあ、悩み聞いてやるぞ。みんな書き込んでくれ。はい。聞くだけな。面白がって聞くだけな。恋愛。はい。まとめ。ソード9の人物は顔を伏せていますが、この様子は過去への後悔という後ろ向きなものや、見るべき真実を見たくないという今の自分から逃避しているような意味もあります。ソード9のカードを引いたときは、この人物が何を考えて顔を隠しているのかを想像して、カードを解釈してみましょう。はい。カードを教えてくれるメッセージを参考にして、前向きな恋愛を目指してください。はい。この人物は何を考えて顔を隠しているのか想像して解釈してください。だって、何を思いますかこれからね。はい。まあね、頭が痛いんじゃないかと思いますよ。ってなわけでね。体調管理、頑張ってもいいことないや。ね、してくださいっていうメッセージだったんじゃないでしょうかね。はい、楽しんでいただけてたら幸いでございます。お気に入りさん。カニタンさんどうぞ。薬と注射。ズッキーさん、不眠症、私です。じゃあ不安なことがいっぱいあるんだな。
北海道さ、不眠症、私だ。みんな不安がいっぱいだ。くにたんさん、お気に入りさんにお薬もらったみたいね。あ、そういえばあれだ。私は今日はお気に入りさんに小豆をもらったな。豆に豆をプレゼントしてくれてありがとうございます。そう、昨日帰ってきたらね、なんか子猫がうずくまってるようなものが玄関の前に置かれて、これなんだろうこれなんだと思ったらね、小豆だったね。えーっと、お気に入りさんグッド。藤子さんのスマイルを見て、熟睡です。ありがたや。よかったよ。お気に入りさん、逆に悩みを聞きますよ。ね。皆さん悩みがあったら、お気に入りさんに、してくださいね。お気に入りさん、目が開かないとか、まめなものです。そうで、あと玄関前で思い出したけど、今日木曜日でさ、ゴミ出しの日だったんだよね。でさ、玄関出たらさ、50円玉落っこってて、50円玉落っこってて、おおと思って、これは私でいいよね、と思ってさ、置き配ってことでいいっすよね、と思ってね、受け取っときましたけどね。で、まあ、50円ゲットしたんで、あ、そうだ、農協忘れてたと思って、今日は農協行ってきたんだけど、まあ、50円あるからね、まあ、大根も買えるんだけどさ、なんかまあ、別に、そこまでいいや、みたいな。なんかあんまりね、ときめくものがなかったんでね、これいいなっていうものがなくて、まあ、やたらでかい大根が、まあ、やたらでかいってほどでもないな。まあ、ちょっとね、立派な大根が250円だったかな。250円で、で、ちょっとちっちゃい大根が150円だったんだよね。で、あとなんかね、100円のやつが、金柑か。金柑がちょこっとと、あとなんかね、ケールみたいな葉っぱのかな、みたいのがあったかなっていうくらいで、であと全部小松菜だったっけなと思ったな。小松菜が、いくらだったっけな。150円だか、だったかなみたいな状態でしたね。金さん、ナイス不労所得。これ、不労所得って呼ぶのかな。金さん、心配といえば白菜が高い。あ、白菜そういえば今日買ってきたんだ。今日は白菜のスープにして食べたんだな。でね、なんかもうお腹が空いて今日はさ、またな、食欲が止まらない食欲でどうしようかと思って、さっき歯磨いた。みたいな感じ。で、今日は夕飯で、なんだっけ、全部のさ、パスタの、スープがあって、で、それで、なんか野菜煮るかと思って、で、鍋に入れて煮たんだよね。で、今までトマトベースのやつと2種類入ってたんだね。キノコベースのやつと。で、今までトマトベースのやつが量が多いんで、そっちを食べてたんだけど、今日はじゃあちょっとね、このキノコ、スープのやつを食べてみようと思って、それ食べたらね、美味しかったんだよね。あ、こっちの方がうまいわと思って、トマトベースのやつよりこのキノコスープのがうまいなと思ってね、なんかそれがまた欲しいなと思ってね、ウィッシュリストに入れておきました。何の宣伝だ。白菜で思い出しちゃった。北海道さん、初めて拾ったお金の金額、私は50円玉でした。そうなんだね。カニタンさん、昼間に紫外線浴び、ビタミン D だな。日没後は暗めに、昼間にレモンの匂い、夜はカモミールやラベンダーの香りって感じで、サーカディアンリズムを整えています。出た。サーカディアンリズム。
業界用語が出たぞ。ねえ。で、あとなんか50円拾った話と、もう今日言った話と、そんくらいだったっけな。白菜が高いか。野菜の話か。そう、白菜買った人、今日はスーパーにで行ったんだな。もう今日行ったから、ね、その足でついでにスーパーに行ったわけよね。そしたら今日は、なめこが30%引きだったんで、なめこ買うじゃんと思って。で、あと、白菜が30%引きだったわけよ。で、最近、八百屋に行ってもね、八百屋の方のが白菜の大きさは立派だけど、値段はスーパーと一緒なんだよね。そう考えると、スーパーの方が30%引きになってるから、その分、まあね、安く買えるかなと思って、今日は久々に白菜でも買うかと思って白菜買ってな。で、スープにして、味噌汁にしたのか。味噌汁にして、なめこと白菜の味噌汁にして、昼間飲んだんだけど、お腹が空いて、しょうがなかったんで。まあ結局夕飯前に飲み切っちゃったんでね。で、夕飯はその全部、パスタのスープに野菜入れてね、煮込んで、食べたんだよね。おきにさん、あら、カニタンさん、素晴らしい。カニタンさん、間違えた。ブルーライト浴びたでした。昼間に紫外線浴び、日没は暗め。昼間にレモンの匂い。目が覚めるもんな、レモンはな。夜はカモミール。なんていうんだっけ。リラックスな。サーカディアンリズム。ブルーライトを浴び。さん。藤子さんは川崎のトリプル、3という半額、全品半額のチェーン店は行ったことありますか？知らない。トリプルスリーっていうお店があるんだ。初めて聞いたね。そう、トリプルスリーで今思い出したけどさ、さっきスリーナイン、スリーナインの、なんだっけ、車掌さんの秘密みたいな動画があって、でそれが気になったんで見たんだよね。で私、あれやってる時はさ、子供の時はさ、車掌さんが怖くて、で、あと宇宙がほら、ね、暗いからさ、で、メーテルもなんか暗いしさ、なんか暗いんで怖くって、なんか見たくなかったんだよね、子供の時ね。で、見たくないんだけど、母親がハマってて、なんか39みたいな感じで、なんか楽しみに見てたわけよ。で、母親が見てるからしょうがないから目に入るけど、自分は見たくないんで、なんかあんまり見ないようにしてたんだよね。だからあんまり、39の話は全然覚えてないっていうか知らないっていうか、そういう漫画があったなとは思うんだけど、まあ例によってさ、ストーリーを知らなかったわけよね。で、車掌さんが怖くてさ、あれ何なんだろうなって思ってたわけよ。見てないからさ。で、それでね、終わってたんだけど、ね、車掌さんの秘密みたいのがあったんで、それは気になると思ってさ、さっき見たんだよね。そしたら、透明人間らしいよな、車掌さんな。で、それを別に隠してるわけではないんだね。で、まあ、透明人間っていうか、ガスの集合体っつってたかな。なんかガスの集合体で、まあ、服を着て、で、帽子をかぶることで影ができるんで、まあ、形、目がそれで、なんか見えるようになるみたいな感じだったかな。影ができることで。だからそれ、帽子取っちゃうと、なんか目が見えなくなるだか、なんか頭を失うだか、なんかそんなくだりもあったらしいね。そういうことなんだ、みたいな。でね、ガスの集合体だよっていうことは、別に隠してるわけでも何でもないんだね。だからみんな、正体は知ってるっていうのかな。なんかそういう感じらしくて、そうだったんだ、知らなかった。そうだったんだ。なんか正体隠してんのかなと思ったんだよ。それで、あんなね、帽子を深々とかぶって、で、目だけね、
見せてるみたいな、そういう感じなのかと思ったら、そういうわけではないんだっていうのをさ、初めて知ったんだよね。で、なんだっけ、ビップルームっていうんだっけとかもあって、で、その鉄郎たちが乗ってるのが、普通車両なのかな。で、食堂車もあって、で、そこで食事することもあるんだね。で、自動運転なんだね。だから、車掌さんは、ああやって、ね、歩ってたりとか、あと、ほとんど寝て過ごしてるらしいよな。そうなんだ。自動運転だもんね、そうだよね、みたいなね、感じだったんだよね。それ知らんかったと思ってさ。で、あとは、なんだっけ食堂車と、トイレもあるとかって話だったっけ。トイレもあって、あと、救護室か。救護室みたいのもあって、で、ね、なんだっけ、それも最先端の医療かなんかが備わってるから、ドクターはいないとかって話でね、そうだろうね、みたいなね、なるほど、みたいなのをね、さっき知りました。39は皆さん、お好きでしょうか？全品半額ってね、初めから半額ってことか。なんかこの前、100円娯楽の動画を見ちゃってからさ、ショート動画見ちゃってから、なんか100円娯楽の、ショート動画ばっかり上がってきてさ、で、ね、ドンキ、やっぱり安くなるんでね、100円未満で買えるものってことで、ドンキによく行くんだわね。で、80%オフのものを買えみたいな、なんか視聴者からの指令があって、そんなのあるかなっていうので、行ったら、なんかドンキにね、レディースの服で、あの89%オフだったかなっていうのがあって、ただこれはレディースのだからって言って、買うんだよね。買って。で、スカートなんだよね。スカートをね、で、履いて、でね、外で撮っていっちゃうか、外でね、いろいろ公園で遊んでるシーンを撮ってて、で、最終的に、やばい、園児が来た、園児が来た、つって。もう逃げるっていうね、シーンで終わってたけどな。なんか最近100円娯楽の動画ばっかり、なんかちょいちょい見ちゃってるねっていう感じ。えーっと、車掌さん真っ黒で目がギンギン。ギンギンはカニタンさん。そうだった。あれ、カニタンさんだったんだな、車掌さんな。正体はな。今わかったじゃんね。お気に入りさん、ガスであれば、車掌さんは宇宙の、縮図なのかもね。お気に入りさん、たまちゃんいいな。たまちゃんいいな。で、ね、そう、ガスの集合体なんで、なんか敵にね、やられたりとか、あとはその、電車の外にね、なんか出たりとかね、することもあるんだよね。結構いろいろと事件があってね、なんかアクティブに戦ってるみたいな。もうどんだけっていう感じなんだけど。でね、なんか刺されたりとか、銃で撃たれたりとか、なんかあるみたいなんだけど、そういう時も、私は体がありませんので、みたいな、そんな感じらしくてさ、そうなんだ、みたいなね。で、なんか優柔不断らしいよな。優柔不断なんで、なんか体をね、決めることができなくて、で、結局、その透明人間っていうの、そういう状態らしいよな。そうで、宇宙だからね、走ってんのが宇宙なんで、中は、そのね、重力を、なんだ、ちょうどいい状態で保つための機械の、部屋っていうのかな、もあったりとかしてね。いや、そうか、なるほどと思って。そんなちゃんとね、しっかりね、構成された、電車だったんだ。そんな紹介されてたんだっていうのね、知らなかったんでさ、なるほどっていう感じだったんだよね。えーっ
と、木西さん、激安であれば、葛飾区の京成小岩駅から徒歩10分の千代田通り商店街のフード丸安など、激安のとこですよ。そうなんだね。まあ、激安を狙ってるわけじゃなくて、近所でサクッと安いものが買えたらいいよっていう感じなんだよね。なんか買いだめとか別に、まあね、備蓄してるくせに何言ってんのって感じだけど、買いだめとか言うんじゃなくてな、なんだろうな。前はね、そういうこともやったかな。だから遠くまで、わざわざ安いものを求めて遠くまで。だからといって交通費かけたらしょうがないんで、かたくなに徒歩でな。徒歩で、まあ1時間はかかんないけどね、1時間かかったらさすがにちょっと遠すぎて無理なんだけど、まあ3、40分かかったかな、徒歩でな。うん、30分、40分、40分ぐらいかかるかなっていうところに買い物行って、でね、重いじゃんか。で、重いの持ってさ、また40分の道のり帰ってくるみたいなこともね、若い頃っていうのかな、ね、一人暮らし始めた頃とかはやってたけど、いやー、もうね、できん。できんみたいなね、感じだな。トキニさん、そうですよね。でもちょっと気になるほどお得な商店街のようだったので、ネタ的にです。なんかやっぱり安いとテンション上がるっていうのは、まああるよね。100均が出た時にさ、すげえテンション上がってな、なんかまあそれを別にバカみたいに買うことはなかったけど、まあそういう人がいるっていうのも、まあね、理解できなくもないから、そういう気分に、まあ確かになっちゃうところはあるよね、と思ってさ。まあ、ついつい100円だからいっか、みたいにしてね、買っちゃう部分あるもんね。まあその点、お金持ちの人っていうのかな、は考え方が違くて、まあ100円でも別にいいんだけど、その値段が安いからっていう理由で買うわけじゃなくて、自分が気に入ったかどうかで買い物するんだよね。だから気に入ったものは長く大事に使うから、余計なものは買わないのでね。だから物があんまり増えないっていうのかな。で、シンプルに暮らすことができるんだけど、まあそれをね、まあ質素って言うんだろうけど、質素イコール貧乏臭いっていうことではないんだよっていう感じの内容が書かれた本を昨日読んでたんだよね。思い出したよっていう感じね。そうなんだよね。だから気に入ったもの、値段じゃなくてね、気に入ったものを買うのがいいんだろうなって今はさ、そうやって買い物してるけどさ、やっぱり母親がね、安いイコール正義の人だからさ、もう安いからっていう理由で買うんでね、まあゴミ屋敷なんだよね。だからあれを見てっからさ、あれ見てんでね、値段が安いからって買ったらダメだなっていうね、お手本がいるんでさっていう感じ。金さんすいません。今日も喋りすぎました。いえ、誰も喋ってくれなかったので大変助かりました。というわけで本日も武田ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。では、この言葉をみんなで一緒に3回言いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。みんなの波動が上がれば、世界の波動も上がる。地球のために言うぞ。はーい。アファメーションタイム。では、行きますよ。せーの。よかった。よかった。
き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。